春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、前回の動画、ドラゴンになってみたの続きです。ドラゴンに乗ってみようと思います。ドラゴンに乗ってみた、スケルタルメッシュアニメーション。早速、乗ってみましょう。1、プレイヤーの事前設定。BP サードパーソンキャラクターを作業フォルダに複製します。名前を BP ライドプレイヤーにします。デフォルトのコーンクラスを BP ライドプレイヤーにします。1-1、プレイヤー用 BPI の作成。プレイヤー用の BPI を作成します。右クリック、ブループリントインターフェース。名前を BPI ライドプレイヤーにします。ファイルを開きます。操作キャラクターかどうかの判断に使用する関数を作成します。新規関数を BPIF is プレイヤーにします。アウトプットに変数を追加します。変数 is プレイヤー。ブーリアンダタを追加します。変数 is プレイヤーは、プレイヤーがプレイヤーコントローラーを所持しているかどうかです。機上に必要な情報を受け渡しするための関数を作成します。プラス追加より、新規関数を追加します。名前を BPIF ライディングインフォにします。インプットに変数を追加します。変数インコリジョンフォーライディング、ブーリアンダタを追加します。変数インコリジョンフォーライディングは、機上用コリジョン内にいるかどうかです。変数ライディング、ブーリアンダタを追加します。変数ライディングは、機上中かどうかです。変数 B イクル、キャラクター型を追加します。変数 B イクルは、乗り物です。今回はドラゴンのことですね。コンパイルして保存します。プレイヤー用 BPI をプレイヤーに実装します。BP ライドプレイヤーを開きます。クラス設定、インターフェース、実装インターフェースのプルダウンより、BPI ライドプレイヤーを追加します。インターフェースに、BPIF is プレイヤーと BPIF ライディングインフォが追加されます。BPIF is プレイヤーをダブルクリックして開きます。is プレイヤーコントロールドノードを配置します。リターンノードの is プレイヤーにつなぎます。コンパイルして保存します。2、機上用コリジョンの追加と設定。2-1、機上用コリジョンの追加。BT ドラゴンキャラクターを開きます。ビューポートに移動します。コンポーネントパネルより、メッシュを選択します。ちょっと大きくします。詳細パネル、トランスフォーム、スケールを 0.5 にします。カメラブームを選択します。詳細パネル、トランスフォーム、位置を Z300.0 にします。カメラ、ターゲットアームレンクスを 800.0 にします。メッシュ配下にコリジョンを追加します。プラス追加より、スフィアコリジョンを追加します。名前をコリジョンフォーライディングにします。詳細パネル、トランスフォーム、位置を Z200.0 にします。回転を Z0.0 度にします。スケールを 1.0 にします。メッシュを覆うようにします。形状、スフィアラディウスを 800.0 にします。検証用として、ゲーム起動中はコリジョンが見えるようにします。ハイデンインゲームを無効にします。2-2、機上用コリジョンの設定。コリジョンフォーライディングを右クリック、イベントを追加。オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。イベントグラフにオンコンポーネントビギンオーバーラップノードが追加されます。機上用コリジョン内に侵入したのがプレイヤーかどうかを判定します。アザーアクターより、BPIF is プレイヤー、メッセージノードを呼び出します。is プレイヤーより、ブランチノードを配置します。プレイヤーであれば true に処理が流れます。プレイヤーに起乗するために必要な情報を送ります。変数を追加します。変数インコリジョンフォーライディング、ブーリアンダタを追加します。変数インコリジョンフォーライディングは、機上用コリジョン内にいるのかどうかです。変数インコリジョンフォーライディング、セットノードを配置します。有効にします。ブランチノードの true につなぎます。アザーアクターより、BPIF ライディングインフォ、メッセージノードを呼び出します。変数インコリジョンフォーライディング、セットノードにつなぎます。インコリジョンフォーライディングピンを変数インコリジョンフォーライディング、セットノードにつなぎます。ライディングピンを右クリックして変数へ昇格します。乗り物はこのドラゴンなので B イクルピンにセルフノードをつなぎます。コリジョンフォーライディングを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントエンドオーバーラップを追加します。
イベントグラフにオンコンポーネントエンドオーバーラップノードが追加されます。プレイヤー判定と機上情報の送信をコピーして貼り付けます。オンコンポーネントエンドオーバーラップノードにつなぎます。DPIF プレイヤーノードのターゲット、アザーアクターにつなぎます。アザーアクターを DPIF ライディングインフォ、メッセージノードのターゲットにつなぎます。変数インコリジョンフォーライディング、セットノードを無効にします。コンパイルして保存します。ドラゴンをレベルに配置します。3、機上可否判定。機乗者側で機乗できるかどうかを判定します。DPI ドプレイヤーを開きます。3の1、機乗情報の受信。機乗に必要な情報を受け取ります。インターフェース、DPIF ライディングインフォを右クリックして、イベントを実装します。インコリジョンフォーライディングを右クリックして、変数へ昇格します。ライディングを右クリックして、変数へ昇格します。変数インコリジョンフォーライディング、セットノードにつなぎます。ビークルを右クリックして、変数へ昇格します。変数ライディング、セットノードにつなぎます。3の2、機乗判定。機乗できるかどうかを判定します。機乗できる条件は、機乗用コリジョン内であること、かつ、機乗中でないことです。変数インコリジョンフォーライディング、ゲットノードを配置します。アンドブーリアンノードをつなぎます。変数ライディング、ゲットノードを配置します。変数ライディング、ゲットノードより、ノットブーリアンノードを配置します。アンドブーリアンノードをつなぎます。アンドブーリアンノードより、ブランチノードを配置します。変数 B イクル、セットノードにつなぎます。3の3、機乗可能、不可能。トゥルーの時は、機乗可能で、フォールズの時は、機乗不可能です。変数を追加します。変数キャンナイド、ブーリアン型を追加します。変数キャンナイドは、機乗可能かどうかです。変数キャンナイド、セットノードを配置します。有効にして、ブランチノードのトゥルーにつなぎます。変数キャンナイド、セットノードを配置します。無効にして、ブランチノードのフォールズにつなぎます。今回は、プリントストリングノードで表示するだけにします。プリントストリングノードを配置します。変数キャンナイド、セットノードにつなぎます。インストリングをキャンナイドにします。プリントストリングノードを配置します。変数キャンナイド、セットノードにつなぎます。インストリングをノットキャンナイドにします。コンパイルして保存します。4、機乗ボタン処理。E キーを押して、ドラゴンに機乗するプレイヤーを渡します。4の1、ドラゴン用 BPI の作成。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース。名前を BPI ドラゴンにします。ファイルを開きます。機乗するプレイヤーを受け渡すために、BPI 関数を作成します。新規関数を BPIF ライディングにします。インプットに変数を追加します。変数ライダー、キャラクター型を追加します。変数ライダーは、ドラゴンに機乗するキャラクターです。コンパイルして保存します。4の2、機乗ボタン設定。ドラゴンに機乗する E キーの設定をします。DPI ドプレイヤーを開きます。E キーを配置します。機乗可能かどうかを判定します。変数キャンナイド、ゲットノードを配置します。変数キャンナイド、ゲットノードより、ブランチノードを配置します。E キーのプレスドにつなぎます。乗り物であるドラゴンに機乗するプレイヤーを渡します。変数 B イクル、ゲットノードを配置します。変数 B イクル、ゲットノードより、DPIF ライディングを呼び出します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。機乗者はこのプレイヤーなので、ライダーピンより、セルフノードをつなぎます。コンパイルして保存します。5、機乗処理。E キーが押されたらドラゴンに機乗して、ドラゴンを操作できるようにします。5の1、ドラゴン用 BPI の実装。ドラゴン用 BPI をドラゴンに実装します。BP ドラゴンキャラクターを開きます。クラス設定、インターフェース、実装インターフェースのプルダウンより、BPI ドラゴンを追加します。インターフェースに BPIF ライディングが追加されます。5の2、機乗者の受け取り。ドラゴンに機乗する機乗者を受け取ります。
インターフェース BPIF ライディングを右クリックしてイベントを実装します。ライダーを右クリックして変数へ昇格します。この3、騎乗車の速度の初期化。速度が乗ったままだと常に動いてしまうので速度を初期化します。変数ライダーセットノードよりキャラクタームーブメントゲットノードを配置します。キャラクタームーブメントゲットノードよりベロシティセットノードを配置します。X0.0、Y0.0、Z0.0 にします。変数ライダーセットノードにつなぎます。この4、コリジョンの設定。ノーコリジョン。現在プレイヤーのコリジョンはメッシュとカプセルコンポーネントがあります。騎乗時はこの2つのコリジョンを無効にします。長くなるのでシークエンスノードを配置します。変数ライダーゲットノードを配置します。変数ライダーゲットノードよりメッシュゲットノードを配置します。メッシュゲットノードよりセットコリジョンイネーブルノードを配置します。ニュータイプをノーコリジョンにします。シークエンスノードにつなぎます。変数ライダーゲットノードよりカプセルコンポーネントゲットノードを配置します。セットコリジョンイネーブルノードのターゲットにつなぎます。その後、騎乗状態騎乗しているかどうかを設定します。変数ライダーセットノードを配置します。騎乗中は有効にします。セットコリジョンイネーブルノードにつなぎます。一旦コンパイルして保存します。その6、ソケットの追加。ドラゴンのスケルトンに騎乗ポイントであるソケットを追加します。ドラゴンのアニメーションブループリントを開きます。スケルトンモードに移動します。騎乗したポイントの近くのボーンを選択します。今回はこのチェストボーンにします。チェストボーンを右クリック、ソケットを追加、名前をライドソケットにします。詳細パネル、ソケットパラメータで位置回転スケールを調整します。位置を少し上にします。回転で X 軸が前方に、Z 軸が上に向くようにします。ドラゴンの首が少し下がっています。騎乗した時、ライダーが前かがみになるので、少し調整します。回転を Z、マイナス 20.0 度にします。ドラゴンのメッシュのスケールを 0.5 にしたので、このまま騎乗するとライダーの大きさが半分になります。スケールを X2.0、Y2.0、Z2.0 にします。保存して閉じます。その7、騎乗車の取り付け。BT ドラゴンキャラクターを開きます。プレイヤーをドラゴンのソケットに取り付けます。変数ライダー、ゲットノードを配置します。変数ライダー、ゲットノードより、アタッチアクター2コンポーネントノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。ペアレントには、このドラゴンのメッシュをつなぎます。コンポーネントパネルより、メッシュコンポーネントを配置します。メッシュコンポーネントをペアレントにつなぎます。ソケットネームには、ドラゴンのスケルトンで作成したソケットの名前です。ライドソケットにします。各ルールをスナック2ターゲットにします。スナック2ターゲットは、トランスフォームをアタッチポイントに揃えます。その8、プレイヤーコントローラーの所有権変更。2ドラゴン。騎乗後は、ドラゴンを操作できるように、プレイヤーコントローラーの所有権を変更します。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、ポゼスノードを配置します。アタッチアクター2コンポーネントノードにつなぎます。プレイヤーコントローラーを所有させたいポーンをインポーンにつなぎます。このドラゴンで操作するようにしたいので、セルフノードをつなぎます。6、下乗ボタン処理。騎乗中に E キーを押すと、ドラゴンから下乗して、プレイヤーを操作できるようにします。E キーを配置します。6-1、下乗判定。地上にいる時に降りれるようにします。キャラクタームーブメントコンポーネントを配置します。キャラクタームーブメントコンポーネントより、Is Moving on Ground ノードを配置します。Is Moving on Ground ノードは、地上を移動している場合は、True を返します。Is Moving on Ground ノードより、ブランチノードを配置します。E キーのプレスドにつなぎます。地上にいるときは、True に処理が流れます。地上にいないときは、
フォールズに処理が流れます。7、下場処理。E キーが押されたらドラゴンから下場して、プレイヤーを操作できるようにします。カスタムイベント EV ディスマウンティングを作成します。下場判定のブランチノードのトゥルーに、カスタムイベント EV ディスマウンティングをつなぎます。7の1、乗り物の速度の初期化。速度が乗ったままだと、常に動いてしまうので、速度を初期化します。キャラクタームーブメントコンポーネントを配置します。キャラクタームーブメントコンポーネントより、ベロシティ、セットノードを配置します。X0.0、Y0.0、Z0.0 にします。カスタムイベント EV ディスマウンティングにつなぎます。7の2、騎乗車の取り外し。プレイヤーをドラゴンのソケットから取り外します。長くなるので、シークエンスノードを配置します。ケンスライダー、ゲットノードを配置します。ケンスライダー、ゲットノードより、リタッチフロムアクターノードを配置します。シークエンスノードにつなぎます。各ルールをキープリラティブにします。キープリラティブは、相対的なトランスフォームを保持します。7の3、下場状態。降りているかどうかを設定します。ケンスライディング、セットノードを配置します。騎乗していないときは無効にします。リタッチフロムアクターノードにつなぎます。7の4、コリジョン戻し設定。騎乗したときにノーコリジョンにしたコリジョンを元に戻します。BP ライドプレイヤーを見てみます。メッシュの元のコリジョンは、クエリオンリー、ノーフィジックスコリジョンです。カプセルコンポーネントの元のコリジョンは、コリジョンイネーブル、クエリ&フィジックスです。ケンスライダー、ゲットノードを配置します。ケンスライダー、ゲットノードより、メッシュ、ゲットノードを配置します。メッシュ、ゲットノードより、セットコリジョンイネーブルノードを配置します。ニュータイプを、クエリオンリー、ノーフィジックスコリジョンにします。シークエンスノードにつなぎます。ケンスライダー、ゲットノードを配置します。ケンスライダー、ゲットノードより、ゲットカプセルコンポーネント、ゲットノードを配置します。カプセルコンポーネント、ゲットノードより、セットコリジョンイネーブルノードを配置します。ニュータイプを、コリジョンイネーブル、クエリ&フィジックスにします。前のセットコリジョンイネーブルノードにつなぎます。7の5、下場位置の指定。下場後の位置を指定します。ビューポートに移動します。コンポーネントパネルのプラス追加より、アローコンポーネントを追加します。名前をドロップオフロケーションにします。横にずらします。イベントグラフに移動します。ケンスライダー、ゲットノードを配置します。ケンスライダー、ゲットノードより、ルートコンポーネント、ゲットノードを配置します。ルートコンポーネント、ゲットノードより、セットワールドロケーションノードを配置します。セットコリジョンイネーブルノードにつなぎます。コンポーネントパネルより、ドロップオフロケーションコンポーネントを配置します。ドロップオフロケーションコンポーネントより、ゲットワールドロケーションノードを配置します。セットワールドロケーションノードのニューロケーションにつなぎます。7の6、プレイヤーコントローラーの所有権変更。2プレイヤー。下場後は、プレイヤーを操作できるように、プレイヤーコントローラーの所有権を元に戻します。ゲットプレイヤーコントローラーノードを配置します。ゲットプレイヤーコントローラーノードより、ポゼスノードを配置します。セットワールドロケーションノードにつなぎます。プレイヤーコントローラーを所有させたいポーンをインポーンにつなぎます。プレイヤーであるライダーで操作するようにしたいので、ケンスライダー、ゲットノードを配置します。インポーンにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。プレイヤーがドラゴンにくっつきましたね。起乗後は、プレイヤーではなくドラゴンを操作できてますね。下場後は、ドラゴンではなくプレイヤーを操作できてますね。8、アニメーションの実装。
ドラゴンに騎乗するアニメーションを実装します。8-1、使用するアニメーションシーケンス。使用する騎乗用のアニメーションシーケンスは、事前にミクサモよりアニメーションをダウンロードしています。シッティングで検索したシッティングラフィングをトリム0から1にしてダウンロードしたものです。ダウンロードしたアニメーションを UE 後にインポートします。8-2、アニム BT の差し替え。今回用にアニメーションブループリントを作成します。現在操作キャラクターが使用しているアニメーションブループリントをブラウズします。既存のものはあまりいじくりたくないので、ABT マニーを作業フォルダに複製します。名前を ABT ライドプレイヤーにします。右クリックして、コアニムブループリントを作成します。ABT ライドプレイヤーチャイルドを開きます。アセットオーバーライドタブを選択します。アニムグラフを展開します。MM アイドルを MF アイドルにします。BSMM ウォークランを BSMF アナームドウォークランにします。コンパイルして保存します。ABT ライドプレイヤーチャイルドを操作キャラクターに適用します。BT ライドプレイヤーを開きます。詳細パネル、アニメーション、アニムクラスを ABT ライドプレイヤーチャイルドに差し替えます。コンパイルして保存します。8-3、ライディングステート。騎乗用のアニメーションを実装します。ABT ライドプレイヤーを開きます。アニムグラフに移動します。メインステイツをダブルクリックして開きます。アセットブラウザータブを選択します。アセットブラウザーより騎乗用アニメーションを配置します。ステートの名前をライディングにします。ロコモーションステートからライディングステートにつなぎます。トランジションルールを開きます。騎乗中の時は騎乗アニメーションに移行します。変数を追加します。変数ライディングステータス、ブーリアンナタを追加します。変数ライディングステータスは騎乗中かどうかです。変数ライディングステータス、ゲットノードを配置します。リザルトノードにつなぎます。メインステイツに戻ります。ライディングステートからロコモーションステートにつなぎます。トランジションルールを開きます。騎乗中でないときは、ロコモーションアニメーションに移行します。変数ライディングステータス、ゲットノードを配置します。変数ライディングステータス、ゲットノードより、ノットブーリアンノードを配置します。リザルトノードにつなぎます。メインステイツに戻ります。ホールループステートからライディングステートにつなぎます。トランジションルールを開きます。落下中かつ騎乗中の時は、起動アニメーションに移行します。変数 is フォーリング、ゲットノードを配置します。変数 is フォーリング、ゲットノードより、アンドブーリアンノードを配置します。変数ライディングステータス、ゲットノードを配置します。アンドブーリアンノードにつなぎます。リザルトノードにつなぎます。メインステイツに戻ります。コンパイルして保存します。8-4、アニム BT 用 BTI の作成と実装。騎乗したことをアニム BT に知らせるブループリントインターフェースを作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース。名前を BTI ライドアニム BT にします。ファイルを開きます。新規関数を BTIF ライディングアニムにします。インプットに変数を追加します。変数ライディング、ブーリアンナタを追加します。コンパイルして保存します。BTI ライドアニム BT をアニメーションブループリントに実装します。ABT ライドプレイヤーを開きます。クラス設定、実装インターフェース、追加のプルダウンメニューより BTI ライドアニム BT を追加します。インターフェースに BTIF ライディングアニムが追加されます。BTIF ライディングを右クリックしてイベントを実装します。イベント BTIF ライディングアニムノードがイベントグラフに追加されます。変数ライディングステータス、セットノードを配置します。イベント BTIF ライディングアニムノードのライディングピンにつなぎます。コンパイルして保存します。8-5、アニメーションの切り替え。騎乗時、または下乗時にアニメーションを切り替えます。BT ドラゴンキャラクターを開きます。騎乗用のアニメーションに切り替えます。騎乗処理の騎乗状態の後ろに追加します。変数ライダー、ゲットノードを配置します。変数ライダー、ゲットノードより、ゲットメッシュ、ゲットノードを配置します。メッシュ、ゲットノードより、ゲットアニムインスタンスノードを配置します。ゲットアニムインスタンスノードより、BTIF ライディングアニム、メッセージノードを配置します。
ディング、セットノードにつなぎます。ライディングピンを変数ライディング、セットノードに追加します。下上用のアニメーションに切り替えます。機上用アニメーションに切り替えをコピーして貼り付けます。変数ライディング、セットノードにつなぎます。ライディングピンを変数ライディング、セットノードに追加します。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ちゃんとドラゴンに座ることができてますね。アニメーションの修正。機上アニメーションが前かがみになっているので修正します。機上用アニメーションシーケンスを開きます。キャラクター、ボーン、すべての階層にしてボーンを表示します。スパイン02を選択します。20度ぐらい起こします。キーを打ちます。ヘッドを選択します。20度ぐらい下向きにします。キーを打ちます。保存して閉じます。起動してみましょう。設定ファイル。ちゃんと乗れましたね。いろんなものに乗りたくなってきますね。ドラゴンなどの動物に乗ることのメリットは、移動の効率化。ドラゴンなどの乗り物は通常、地上の移動手段よりも早く移動でき、広大なマップを探索する際に時間を節約できます。高所へのアクセス。飛行可能な動物であれば、通常アクセスできない場所や高い山の頂上、塔の上などに到達可能になります。戦術的な優位性。ドラゴンのような生物は攻撃力が高い場合があり、敵を空中から攻撃することで地上戦よりも有利に戦える場面が増えます。没入感と冒険心の向上。空中を滑空したり、壮大な世界を飛び回る体験はプレイヤーに冒険心を刺激し、ゲームの世界への没入感を高めます。専用の能力やスキル。動物が特定のスキルを持っている場合、それを利用することで戦闘や探索、収集などに役立ちます。炎を吐くドラゴンや障害物を壊せる大型動物。カスタマイズと外観の楽しみ。乗り物をカスタマイズ可能なゲームでは、プレイヤーが自分好みに装飾や強化を行える楽しみがあります。広がる物語性。特定の動物に乗ることで、ゲーム内の物語やキャラクター間の関係に影響を与え、新しい展開が生まれることがあります。運搬能力の向上。大型の動物の場合、アイテムや資材を大量に運ぶ能力を持つことがあり、特にサバイバル系ゲームで便利です。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。